一部の無神論者はこう言います。地球がこれほど精巧にできているのは自然なことだ。なぜなら、宇宙には生命を持たない無数の惑星があるからだ。これだけ多くの惑星があるのだから、地球のように精巧な惑星が存在するのは統計的に自然なことではないか。これに対する答えは、以下の通りです。多くの惑星が存在することが、なぜ、精巧さの証拠を否定することになるのでしょうか。問題は単なる原材料の存在ではありません。世界中の砂漠に砂が豊富にあるからといって、砂から作られる半導体チップやデジタルプロセッサが、その辺の砂漠に自然にそこら中に転がっているのが当然だとは言えません。同様に、あらゆる野菜、果物、動物で満ちた森があるからといって、その森の真ん中に突然、美味しい料理ができて現れるわけがありません。問題は原材料ではありません。問題は、作り精巧に仕上げる、ノウハウことなのです。単に惑星がたくさん存在するという事実だけでは、その中に地球のような精巧な惑星が現れる十分な根拠にはなりません。これは、アッターがクルアーンで述べられている通りです。アッターの漁業。アッターはすべてのものを完璧になさった。クルアーン第27章、アリ88節。遺伝子の暗号化。無数の惑星があるという事実は、地球上に生命が存在することを全く正当化しません。他の惑星が存在するという事実は、あなたが生まれる前から、あなたの体内のすべての機能、臓器、ホルモンを驚くほど正確に制御する遺伝子暗号があなたの内側に存在することを正当化しません。遺伝子暗号とは、あなたを含むすべての生物の細胞の中にある情報を保持する遺伝子のことです。遺伝子とは、体のすべての臓器の特性と情報が、暗号システムで書かれた非常に長い鎖状のものです。で言えば、胎児の中に肝臓が形成されるためには、特定の数の遺伝子が必要で、その遺伝子に肝臓がどのように形成されるかという情報が暗号化されています。そして、この暗号が解読されることであなたの肝臓が姿を現します。あなたの体のすべての臓器、すべての酵素、すべてのホルモンは、あなたの遺伝子の中に暗号化されています。あなたの体のすべての細胞には、すべての機能を暗号化する3万の遺伝子が存在します。生命は物質ではなく、情報なのです。すべての生物の生物学的システムは、物質的なシステムではなく、情報システムなのです。そうです。生命は単なる物質ではなく情報であり、あなたの体のすべての細胞の中には、あなたの遺伝子が記述された40億もの文字があります。この奇跡が、他の惑星がたくさんあるから、という理由で説明されるのでしょうか。無神論者の問題は、創造的に精巧に作られた生物やシステムを、パズルゲームのように扱っていることです。無神論者は生命や創造されたシステムを分解し、それらを異なる場所から再構築しようとします。これは奇妙な思考法です。多くの密集した森があれば、丹念に調理された料理が突然現れることが正当化されるか。多くの惑星が存在すれば、もし文字が一つでも違えば大きな問題を引き起こす可能性のある40億もの文字からなるあなたの体の機能が、すべての細胞の中にこれほどまでに完璧に暗号化されて現れることが正当化されるか。精巧さの証明は、神の創造、知識、能力を裏付ける真の論理的証明であり、これらの無神論的な空想によって無視することはできません。この精巧さ、この暗号、この生命、この宇宙、そしてこれらの情報システムを創造主の存在によって説明する必要性は、切実な論理的必要性なのです。もし私とある無神論者が、とある惑星に降り立ち、驚くほど正確に機能する複雑な装置を発見したとします。たとえその機能がまだ理解できなくても、私たちがいる惑星の大きさが巨大だという理由だけで、その装置の制作者を否定できるでしょうか。無神論者の前提は本当に奇妙です。私たちがその装置を見たとき、創造主の存在を認めるのは、ごく自然なことです。この明らかな論理を否定する者、すなわち創造主を否定する者こそが、証明を求められるべきであり、肯定するものではありません。この驚くべき宇宙において、この優雅な宇宙において、証明を求められるのは無神論者であり、信仰者ではありません。創造主を肯定する者は、この明らかな論理と一致していますが、創造主を否定する者は、この明らかな論理に反抗しているのです。この奇妙な前提によって、宇宙における精巧さの証明を詭弁でごまかそうとする人々には、心から驚きを隠せません。現代の実験科学は、宇宙と生命における精巧さの証明を観察することに基づいています。科学者たちは、彼らが観察したその精巧さに対して賞を受賞しています。さて、ここで一つの奇妙な逸話をお話ししましょう。これは、無神論者が表面的には精巧さの証明に反抗しながらも、内面的にはこの証明を認めていることを示しています。かつて、不可知論者の無神論者であるカール・セーガンは、
コンタクトという小説を書きました。その中で、科学者たちが地球外生命体の知性を探求する様子が描かれています。その小説で、科学者たちは宇宙から送られてきた長い素数列を発見します。この素数列が特定の数学的価値、つまりある種の秩序を示していることから、科学者たちはこのメッセージが私たちとコミュニケーションを試みている別の文明から来ていると断定するのに十分な論理的証拠とみなします。地球外知的生命体探査のすべての研究は、このような信号を検出するだけで、コミュニケーションを試みる別の文明の存在を証明するのに十分だと考えるでしょう。ここでの奇妙な点は、この小説の著者であるカール・セーガンは有名な不可知論者ですが、彼の心は小さなメッセージの中にある複雑さと秩序が創造と成功さの証明であるという真実を認めているということです。単なる素数列が巨大な文明の存在を断定するのに十分だというのなら、無神論者よ、どうしてあなたは、あなたの体のすべての細胞の中にある40億もの文字が、もし一つでも間違っていれば大惨事を引き起こすかもしれないほどの完璧さで暗号化されているという事実を、あなたの奇妙な推測で説明するのですか？成功さの証明、ある現象を創造主の枠組みで解釈することを妨げるために、空想や詭弁、推測に頼ることは、全く理にかなっていません。それは単なる独断であり、理性の機能を停止させる行為に他なりません。アッターはクルアーンで述べられています。言ってやりなさい。天地にあるものを見なさい。だが、不信仰な者たちには、諸々の証拠も警告も役に立たない。クルアーン第10章、ユーヌス101節。ここで問いかけさせてください。私たちは、私たちが感じている成功さの証明に反抗することを、どのような外部の証拠によって求められているのでしょうか。私たちは、自分たちの目と理性、そして観察によって確認したことに反抗することを、どのような外部の証拠によって求められているのでしょうか。今、状況は逆転しました。私たちは、感覚が観察する成功さに従うよう無神論者に求めていますが、彼は物質的な観察に頼ることを常に主張しているにもかかわらず、その観察を拒絶し、反抗しています。成功さとは、この宇宙と生命体のシステムに確立された真実です。科学そのものが、宇宙に成功さがあるという希望、つまり世界が理性によって理解できるという前提の上に成り立っています。もし科学がこの真実を認めなければ、そもそも科学の存在する場所はなくなり、追跡、検証、信頼できる正しい数学の方程式も存在しなくなるでしょう。科学は、宇宙が完璧で、秩序と創造に満ちているに違いないという前提の上に成り立っています。だからこそ、実験科学は、生一説として知られる原理を確立しました。この原理は、自然法則が時間と空間を超えて不変であり、その測定が信頼できるものであることを断言しています。この世界には、私たちが観察しようとしまいと、厳密な秩序が存在します。科学は、探求や発見を行う前からこの真実を認めているのです。それは、アッターの漁業。アッターはすべてのものを完璧になさった。クルアーン第27章、アリ88節。そして、彼は、創造したすべてのものを完璧になさったお方。クルアーン第32章、サジダ7節なのです。情報はどのように始まったのか。遺伝子暗号はどのように始まったのか。地上のすべての生物のすべての細胞にある遺伝子差に書かれた情報は、どのようにして記録されたのでしょうか。まず、遺伝子差とは、4文字の暗号で生物の特性、必要なもの、臓器の形成方法、ホルモンや酵素の働き方、そして生物の全体的な外観や機能的に必要なすべてが記述された鎖です。さて、問題は、この遺伝子差に情報がどのように現れたかということです。情報は4進む法の暗号システムでどのように符号化されたのでしょうか。地球の歴史上、そのすべての特性が事前に4進法で暗号化されていない生物は存在しません。この驚くべき情報システムはどのようにして現れたのでしょうか。これらは理性的で論理的な問いです。情報は物質でもエネルギーでもない。アメリカの数学者ノバート・ウィーナーは言いました。情報は情報である。情報とは物質でもエネルギーでもない。ここで浮かび上がる理性的な問いは、情報がどのようにして突然現れたのか、ということです。あなたの体のすべての細胞の核にある、情報を運ぶように作られた遺伝子差は、先ほど述べたように40億もの情報を含んでいます。40億の文字が記録され、あなたの機能、ホルモン、酵素、そして臓器が暗号化されています。このような形で情報が現れたことは、現代科学を最も困惑させている問題の一つです。科学は、世界全体が情報であることを発見したのです。有名な不可知論者の物理学者ポール・デイビスは言いました。科学者たちは、密室で、生命の驚くべき情報システムに困惑していることを認めている。彼らがこの問題に不安を感じているのは、
この問題が信仰者たちに扉を開いてしまうからだ。生命の情報システムは創造を意味するのだから。これは不可知論者ポール・デイビスの言葉です。この問題の第2の点は、ポール・デイビスの言葉を続けると、もし科学者が無知をしたためれば、つまり物質主義的な見方で情報システムの起源を説明できないとしたためれば、財政的な支援を失うことになるということです。この驚くべき情報システムが、どのようにして突然現れたのかという問題は、すべての唯物論者にとっての苦境なのです。無神論者の詭弁、生命起源の著名な科学者の一人であるレスリー・オーゲルは、かつて講演でこの苦境について語った際、こう付け加えました。聴衆の中に創造論者がいないことを願います。唯物論を主張する人々の中で、情報が突然現れたことの苦境を感じていない者は、自己を欺いているに過ぎません。情報が突然現れたことの宗教的帰結を忘れるために、彼は自らの意志で目を背けているのです。驚くべきことに、特に生物学者ではない一部の無神論者は、依然として19世紀の考え方でこれらの次から次へと現れる苦境に対処しています。アラブ人の無神論者に、すべての生物の中に存在する驚くべき情報システムについて、そしてそれが生命の出現とともに突然現れたことを話すと、彼はすぐにあなたの話を遮ってこう言うでしょう。でも、原始的な細胞と複雑な細胞があるじゃないか、と。この細胞を原始的と複雑に分けるという考えは、古い迷信です。すべての細胞は複雑で驚くべきものであり、情報システムを持たない細胞は存在しません。それどころか、単細胞生物の細胞の中にある複雑さを深く見れば見るほど、多細胞生物の細胞に劣らない驚くべき精密さを発見します。単細胞生物であろうと多細胞生物であろうと、細胞の中には驚くべき装置や機械が存在しています。例、カイネシンという微小な機械。ここに映っているカイネシン、カインシンという細胞小器官は、生きた細胞の中にある何千もの驚くべき機械の一つです。このカイネシンには本物の足と手があり、専用の道路を歩いて細胞の外に成分を運びます。自分の体重の何倍もの重さを運び、もし途中でつまずいたり、道がデコボコだったりすると、別のカイネシンに助けを求めます。これは、細胞の中にある何千もの機械の一つに過ぎません。私たちが文章の最後につける点、ピリオド、一つに、50個の細胞が収まるほど小さいのです。バクテリア弁家の機械。では、バクテリア弁毛、フレジエラムの機械についてはどうでしょうか。これは、無神論者たちが原始的だと考える単細胞のバクテリアの細胞の中にある機械です。このバクテリア弁毛は200ものタンパク質で構成されており、もしそのうちの一つでも場所が違ったり、欠けていたりすれば、弁毛の機械全体が機能しなくなります。この弁毛を動かすモーターのサイズは、1インチの10万分の1しかありません。しかし、1分間に1万回転という速度で動き、1秒の4万分の1という速さで動きの方向を逆転させることができます。数学者たちがこの弁毛が偶然に発生する確率を計算したところ、その確率は10の1170乗に達しました。宇宙全体の原子の数が10の80乗を超えないにもかかわらずです。この奇跡を前に、唯物論者たちは、弁毛よりも単純な形態が存在すると仮定しようとしました。彼らはタイプ3分泌システムという、弁毛と似た機械があると言い、これが進化して弁家が現れたと主張しました。これは、一つの驚くべきシステムを別の驚くべきシステムで説明しようとするようなものです。興味深いことに、最近の研究で、このタイプ3分泌システムはバクテリア弁家よりも後に出現したことが明らかになりました。バクテリア弁家の方が先に現れ、その後にタイプ3分泌システムが現れたのです。バクテリアは最も古い生物の一つですが、タイプ3分泌システムは多細胞生物に存在します。どうして古いものの存在が、新しいものによって説明されうるのでしょうか。最小限の遺伝子セット。この原始的な細胞と複雑な細胞という前提を根底から覆すために、生物学における一つの科学的概念、最小限の遺伝子セット、ザ・ミニマルジーンセットについて説明しましょう。最小限の遺伝子セットとは、生命体が生きるために不可欠な最低限の遺伝子の数を指します。もしこのセットの遺伝子が一つでも欠けていれば、生命は存在できません。遺伝子は、先に述べた遺伝子差の一部です。遺伝子とは、大量の暗号を含む情報を持った鎖であり、その情報が体の機能を司っています。生命に必須の最小限の遺伝子セットの中には、エネルギー、栄養、生殖、そして生命の基本的な機能のための遺伝子などが含まれます。さて、生命に必須な最小限の遺伝子の数はどれくらいだと思いますか？科学者たちは、その数を265から350遺伝子の間であると結論付けました。クレイグ・ベンター研究所は、最小限の遺伝子セットが382個を下回ることはないという結論に達しました。また、
この分野での多くの科学的研究は、最小限の遺伝子の数が244から約1600の間であると示唆しています。もしこの世界が単なる物質で構成されたシステムに過ぎないのなら、私たちは水素から人間へと至るために、ゼロの遺伝子から始めなければならないはずです。しかし、科学が私たちに告げているのは、ゼロの遺伝子や一つの遺伝子あるいは100の遺伝子といったものは存在しないということです。科学は、生命体が最初に現れるためには、最低限として巨大な情報のセットが必要であると述べています。自然界には原始的なものは存在せず、すべてのシステムはそれ自体で独立した驚きとともに始まります。生命体を出現させる前にその情報を暗号化する情報システムの脅威は、常に無神論者や創造を否定する人々にとってのつまずきの石であり続けるでしょう。